今回は、海外の人が日本に訪れたら必ずと言ってもいいほど、利用する電車のマナーについて説明します。私が初めて日本に来たとき、電車でのマナーの違いにとても驚きました。日本では電車内でのルールが厳しく、他の国とは大きく異なります。この動画を見ることで、日本の電車で気をつけるべきマナーや、初めての体験で戸惑わないようにするためのポイントを学べます。外国人が日本で実際に体験したこと、失敗したことに興味のある方は、今のうちにチャンネル登録をお願いします。この体験談は、きっとあなたのお役に立てると思います。日本の電車では、降りる人を先に降ろさせること、静かに過ごすことが求められます。また、電話の使用は特に避けるべきで、飲食も匂いが少ないものに限られるなど、かなり細かいルールが多いです。これらのルールを知っておくことで、日本での電車移動がよりスムーズに、そして快適になることでしょう。電車マナーについて知っておくべきことの一つ目は、電車の乗り込み方です。日本の駅では、電車に乗る前に必ず降りる人を先に降ろさせます。これは絶対的ルールです。たまに、我先にと乗る観光客の方を見かけますが、これはやめましょう。日本の満員電車でそんなことをするのは無謀ですし、とっても危ない行為です。実際に私が見かけた観光客グループは、降りてくる人たちと肩がぶつかっており、日本人の方たちがとっさに避けながら不快そうな表情をして降りていました。特に都会の多くの駅では、降車位置、乗車位置とエリアがはっきり示されているので、自分の身の安全のためにも、日本で生活している方のためにも、必ず従いましょう。これは、効率的に電車の乗り降りを行うための基本的なマナーです。例えば、東京の主要駅では、降りる人と乗る人が同時に動くと、混乱が生じるため、このルールが厳格に守られています。外国人が初めて日本の駅を利用する際には、この風景に驚くかもしれませんが、これによってスムーズな乗り換えが可能になっています。また、駅のホームには黄色い線が引かれており、安全のためにも、この線の内側で待つことが推奨されています。乗車の際には、ドアの両サイドに列を作り、中央から入る人々のために、スペースを空けることが礼儀とされています。私が初めて日本に到着して、東京の新宿駅を利用した時のことです。新宿駅は利用者が非常に多く、私の出身国では、考えられないほどの人の波に圧倒されました。特に印象的だったのは、電車が到着すると、降りる人を先に降ろさせるために、乗車待ちの人々が整然と列をなして待っていたことです。私の国では、電車が到着すると、すぐに乗ろうとする人でごった返すことが普通です。しかし、日本ではみんなが落ち着いて順番を守り、非常にスムーズに乗り降りが行われていました。
また、ホームの黄色い線の内側で待つ人々の姿は、安全への高い意識を感じさせるものでした。そして電車がホームに到着すると、自動的に乗車を待つ人は当然のようにきれいな列をなし、降車する人が全員、降りるのを静かに待っています。このような行動は、単に秩序を保つためだけでなく、効率性と安全性を高めるためにも重要です。この体験は、私にとって新たな文化の発見であり、公共の場での秩序とマナーの大切さを改めて教えてくれました。日本での数ヶ月間の滞在中に、私は都市部だけでなく、地方の小さな町にも足を伸ばしました。東京や大阪のような大都市の駅では、上述の通り厳格なルールが守られているのを目の当たりにしましたが、地方では少しだけ異なる光景がありました。ある日、私は北海道の小さな町の駅を訪れたとき、地元の人たちが、互いに親しげに会話を交わしながら、電車に乗り込む様子を見ました。都市部ほどは人が多くないため、乗車と降車の際のプレッシャーも少なく、人々はよりリラックスしてゆっくりと乗り降りしていました。この違いは、日本の多様な文化を体験する上で非常に興味深い点です。地方ではコミュニティが密接であり、その温かさが電車の利用方法にも現れているのを感じることができました。この経験から、日本の公共交通機関がいかに地域ごとに異なる文化を反映しているかを学ぶことができ、それが私にとって貴重な学びとなりました。ただ単にルールを守ること以上の意味を持っており、他国にも見習うべき点が多く、私の母国に持ち帰りたい素晴らしい習慣の一つだと思います。ただ、日本以外の国では、電車が自動運転のところもあり、早く乗らないと定時に発車してしまうところもありますよね。私の出身地もそういうタイプでしたので、電車に向かっていつも急いで乗り込んでいました。でも日本では一部を除き、運転手や駅員がいますので、全員が乗り切るか、もう満員で乗れないというところまで待ってから発車してくれます。なので、日本では安心して、まずは全員が降りるのを待ってから落ち着いて乗りましょう。そして二つ目に日本の電車のルールに関して驚いたことをこれからお話ししていきます。このパートを視聴することで、私がどんな恥ずかしい思いをしたのかがわかります。電車内で他の乗客に注意されたくないと思っている方は、ぜひ最後までご視聴ください。私が初めて日本の電車に乗った際、最も驚いたのは、その静寂さでした。母国では電車内での会話は普通のことで、時には笑い声や大声が響くこともあります。しかし、日本では全く異なります。乗客はほとんど声を出すことなく、必要最低限の小声での会話のみが行われていました。これは他の乗客への配慮と個人が公共の場でいかに自己制御を行っているかを示す文化的な表れですね。
日本に来た当初は、どうしてこんなにも静かなのか、不思議でなりませんでした。日本で通勤してみるか、あるいはラッシュアワーに乗車してみるとわかりますが、日本人は仕事で疲れている人が多いのです。ちょっとでいいから寝かせてほしい。あるいは静かに落ち着きたいという人がとても多いのです。しかも日本の電車は混んでいることが多いので、そんな中で大勢で大声で話されたらかなりうるさく感じてしまいます。私も日本での通勤を経験した今ではすっかり日本人感覚になりました。最近は外国からの観光客でこのマナーをご存じない方々が大声で話す光景をよく目にしますが、周りにいる日本人の方々は、そんな彼らを少し冷たい目線で見ている時があるので、電車内での声のボリュームには十分に気をつけましょう。私が初めて日本の電車に乗ったのは、渋谷駅から新宿駅へと向かう電車でした。地元の友人に勧められた通り、ラッシュアワーを避けて、午前中に電車に乗りました。車両に足を踏み入れると、その静寂に本当に圧倒されたのです。母国では、公共交通機関の中は常に賑やかな音で満たされており、人々は電話で話したり、大声で会話を楽しんでいるのが当たり前です。しかし、この日、電車内で乗客はほとんど静かに。自分のスマートフォンを見たり、本を読んだりしていました。わずかな囁き声すら、周囲に気を使いながら、行われているように感じました。私は窓際の席に座り、周囲を観察しながら、この文化的な違いについて考えを巡らせました。車内の静けさは、一種のリスペクトの表れであり、互いのプライベートな空間を尊重していることを示している、と感じました。この習慣は、他人への配慮と敬意を重んじる日本文化の一部であることを実感しました。私自身もこの静かな環境が心地よく感じられ、読書や思考に没頭することができました。この体験は、日本の公共交通機関がいかに過ごしやすい落ち着いた環境かを示す素晴らしい例であります。この電車内での静かな環境というのは、ただ単に静かであるというだけでなく、より広い意味での環境への配慮を象徴しています。騒音によって他人に迷惑をかけないようにするという考え方に基づいています。他にも日本の電車内は静かだなと感動した体験をお話しします。この体験は特に東京の山手線で電車に乗った時です。その日、私は平日の午後に山手線に乗車しました。車内は7割くらい席が埋まっていたのですが、驚くほど静かだったのです。多くの乗客がヘッドフォンを使用して音楽を聴いたり、スマートフォンで動画を視聴していましたが、音漏れはほとんどなく、それぞれが他の乗客に配慮した行動をとっていました。この様子は、日本の社会に根付く、周りに迷惑をかけない、という価値観がいかに浸透しているかを示していました。私の母国では、
公共交通機関内では常に何らかの音が聞こえてきます。音楽を大音量で聞く人もいれば、電話で大声で話している人も少なくはありません。このような状況は、時にストレスを感じさせることもありました。仕事が立て込んでいて、寝不足の時とか、せめて移動中だけでも睡眠をとりたいという時に。私の国では、周りの騒音が気になってヘッドフォンをつけていても、簡単には眠ることができません。この日本の電車内での体験から、公共の場での静けさが、どれだけ大切かを改めて認識しました。日本のように静かで落ち着いた電車内は、読書や思考、そしてお昼寝に最適な場所です。一方で、母国のような環境では、こうした静かな空間を見つけることは難しいです。公共の場での騒音に対する意識が異なるため、日本の文化がいかに周囲への配慮と共生を重視しているかが理解できます。ただし、新幹線や指定席の特急列車では、地下鉄などのローカル路線よりは、話しても大丈夫な雰囲気があります。でも普通の声では、やっぱりダメだと思います。ローカル路線よりは多少、大きくてもいいけれど、静かは静かという感じです。難しいですが、これは実体験を通してバランスをつかんでみるとわかると思います。ちなみに、日本語以外で話すときは、特に気をつけた方がいいかもしれません。言語にもよりますが、基本的に自分が理解できない言語を聞いていると、余計に気になってしまう経験はありませんか？私はあるとき、英語で同僚と特急列車で静かめに話していたのですが、前の席のサラリーマンの方に、うるさいんだよ、と言われてしまったことがあります。日本語で同じボリュームで話していても、そんなことを言われたことがなかったので、驚いてしまったのですが、自分の国でも確かに中国語や韓国語などの声は、母国語よりも、うるさく、というか目立って聞こえてしまうのに気がつきました。次は、電車内での携帯電話の使用とマナーについて説明します。電車内で他の乗客から白い目で見られたくない方はぜひご視聴ください。静かな電車内と関連して、電車内で電話をすることもマナー違反とされています。それは、車内での電話が原則禁止で、みんなそれを守っているということです。着信があったら、メッセージで返すようにしましょう。電車に乗っていますので、メッセージにて失礼します。と言うと、日本人なら誰でも事情を察してくれるはずです。ただ最近、一部の新幹線においてトレインデスクなるものが登場したので、仕事の電話は可能となり、周りの目を気にせずに通話できます。それ以外の車両では、電話をするときは連結部に行けば良いとされています。ちなみに、優先席付近では、携帯の使用そのものを控えるようにという車内アナウンスもされます。これはかつて携帯の電波がペースメーカーに干渉する事故があったからのようで、
そうした配慮から使用を控えるようになっています。私がこの電車のルールを初めて知ったのは、ある日の電車内でのことでした。電車内で中高年の男性が、携帯電話の着信音に驚き、とても焦った顔をしながら、非常に低い小さな声で、今、電車だから後からかけ直すというような内容を小声で電話口の相手に伝えていました。周囲の人々は特に気にすることなく自分の行動に集中しており、この光景からも日本人の公共の場における礼儀がうかがえます。日本では公共の場における騒音への配慮が徹底されており、これが乗客の快適さを大きく向上させています。何か秘密話でもしているのか、と思ってしまうくらいの小さな声だったので、こんな小さな声で通話相手に電車にいることを伝えないといけないのかと、最初はほんの少し戸惑いました。実際、日本では電車内での通話が社会的なタブーとされています。このルールは乗客のプライバシーと快適な環境を守るためのもので、非常に厳格に守られています。例えば、多くの電車では、携帯電話をマナーモードに設定してくださいという案内が見られ、緊急時以外の通話は基本的に許されていません。この文化に初めて触れたとき、私はその徹底ぶりに大変驚きを覚えました。しかし、緊急時にはどうすればよいのでしょうか。日本では、もちろん、緊急時の通話は許されていますが、その際にもいくつかのマナーが存在します。例えば、私が見たある状況では、一人の乗客が突然のビジネス関連の緊急コールを受けていました。彼は非常に礼儀正しく、周囲の乗客に一礼をしてから、車両の連結部やドア付近に移動し、声を最小限抑えて、短時間で通話を済ませました。この行動は、他の乗客への気配りと、緊急時でも冷静さを保つ日本の文化を如実に示しています。また、多くの場合、電車内での通話が必要になるときは、次の駅で一時的に降りて、通話をするという選択をする人も多いみたいです。これにより、車内の静寂を保ちつつ、必要な対話を完了させることができます。だから本当に日本の電車はいつも静かで快適に過ごせることができます。次は音楽を聴いたり、携帯で動画を視聴している時の音の大きさについて説明します。電車内ではみんなイヤホンをつけていて、音漏れしている人が一人もいないことに気がつきました。これには本当にびっくりしました。会話や電話ともつながる話ですが、音楽の音漏れにも日本人は特に敏感です。この光景は私の母国ではあまり見られないものです。母国では公共の交通機関内での行動が比較的自由です。例えば、電車内で大声で話す、音楽をスピーカーで聞く。さらには食事をすることも珍しくはありません。ヘッドフォンからの
音漏れは日常茶飯事です。しかし、日本ではイヤホンを通じて個人が楽しむ。音楽やビデオの音が外に漏れ出ることはほとんどありません。この習慣は静かな環境を保ち、他人に迷惑をかけないようにする。日本の社会的な意識を反映しています。日本の電車内で動画を視聴する際も、同様のマナーが求められます。例えば、私が東京で電車に乗っていたとき、隣に座っていた若者がスマートフォンで動画を視聴していましたが、音漏れは一切ありませんでした。彼はイヤホンをしっかりと装着しており、画面の明るさも周囲に影響がないように控えめに設定されていました。車内はほぼ満員に近い状態でしたが、その静けさには本当に驚かされました。このような配慮は、他の乗客が静かに旅行できるようにするためのものです。日本では、電車内で動画や音楽を楽しむ文化がありますが、それが他の乗客の迷惑にならないように細心の注意を払う必要があります。この2つの例から、日本の電車内での音に関するマナーは、単なるルールの遵守以上のものであることがわかります。それは、公共の場での共存共栄を実現するための社会的配慮と敬意の表れです。このような行動は、乗客一人一人が自覚的に他人の快適さを尊重する文化から生まれています。私自身もこの経験を通して、公共の場での振る舞いを見直す良い機会となり、他国での旅行時にも同様の配慮を心がけるようになりました。日本の公共交通機関での体験は、世界中のどの国にいても、役立つ貴重な教訓を提供してくれるのです。次は、飲食のルールについて説明します。日本の電車内での飲食のマナーは、他国と比較して特に厳しい部分があります。これは、先ほどの音や会話ともつながる話ですが、飲食時の音にも気をつけてください。私が初めて日本の電車に乗った際に気がついたのは、多くの乗客が飲食を控えていることでした。スナックバーやグミなどのパパッと食べれて、匂いがあまりせずこぼれにくいものは、こそっと食べている方を見かけたことがあるのですが、悪いことでもしているのではないかというくらい本当にこそこそと食べていたのです。このルールは多くの国でも常識の範囲内かもしれませんが、日本は特に神経質だと思っておいた方がいいと思います。私も割と空いている地下鉄でコンビニのサンドイッチをこそっと食べようと思ったら、日本人の中年の女性の方にやめておいた方が、と言われたことがあります。ダメではなくても、あまり良い目では見られないかもしれないので、空腹すぎて我慢できない時以外は、極力避けることをお勧めします。ただこれに関しても、ローカル路線の場合と、新幹線や指定席の特急列車の場合とでは、少し事情が違うみたいです。主にローカル路線のルールが先ほど述べたような飲食のルールが厳しくて、新幹線や特急列車なら飲食は OK です。
駅弁という日本ならではの名物もあるくらいで、長旅に使用するこれらの電車では、持ち込みの食事や駅弁が楽しまれるのが普通です。一方で、新幹線内や電車内で絶対に避けるべき食べ物もあります。これは特に匂いが強い食べ物や食べる際に音が出やすい食べ物です。例えば、カレーや焼き鳥、ポテトチップスなどは避けるべきです。これらの食べ物は、匂いが周囲に広がりやすかったり、音も出やすいため、他の乗客の迷惑になりやすいです。日本では公共の場で、他人に迷惑をかける行動は極力避けるべきとされており、電車内での飲食も、その例外ではありませんね。私の国では、公共の交通機関内での飲食はかなり自由で、通勤通学中や旅行中にスナックや飲み物を楽しむのは一般的な光景です。日本に初めて訪れたとき、私は東京から京都への新幹線に乗りました。新幹線では飲食が許可されており、多くの人が駅で購入した駅弁や飲み物を車内で楽しんでいるのを見かけました。これらの駅弁は匂いが少なく食べやすく包装されているため、他の乗客に迷惑をかけることがありません。私も駅弁を一つ購入し、その清潔さと便利さに感動しました。各弁当は美しく包装されており、日本の季節や地域の特色を反映した食材が使われていました。この美味しそうな見た目と手頃な価格のお弁当には思わず感動してしまい、私と友人は駅弁を買って車内に乗り込みました。新幹線では多くの乗客が駅で買った駅弁を食べているのを見て、私たちも新幹線の車内では食べていいんだと知り、少し驚きました。確かに座席は広くて、食事をするには十分なスペースがありますし、電車自体も長距離を移動するため、リラックスして食事を楽しめるのが新鮮でした。私たちも京都へ到着するまで、購入した駅弁を車内で食べました。しかし、この新幹線での快適な体験が、普通の電車での飲食についての認識を誤らせる結果となりました。新幹線での飲食が可能だったので、私はその後、京都を移動するために乗った電車内でも、同じようにお弁当を食べ始めました。しかし、この行動が周囲の乗客にとってはあまり受け入れられるものではなかったのです。食事を始めた数分後、隣に座っていた中年の女性が静かに、電車内での飲食は控えてくださいと丁寧に教えてくれました。彼女の言葉は非常に礼儀正しく、決して不快ではありませんでしたが、私はその瞬間、自分が周囲にどれほどの迷惑をかけていたかを痛感しました。特に短距離の都市間での移動では、他の乗客との距離が近く、匂いや音が直接的に他人の不快感を引き起こすことに気がつきました。この経験は、日本における公共の場でのマナー、特に電車内での振る舞いについて大きな教訓となりました。
明確なルールがないので、本当に難しいです。私もよくこの電車では食べてもいいのかと混乱していましたし、今でも絶対にこれが正解ということは言えません。最終的な判断は日本特有の空気を読むというスキルを身につけて柔軟に対応しましょう。私も日本の生活に慣れてからたまに外国人観光客が新幹線内で大きな音を立てているのを聞くと、気になって仕方がなくなりました。飲食時の音にも気をつけてくださいね。先日、カップ麺を特大音量ですすっている人を見かけました。そばなんかは音を出してすするのが正式な食べ方とされているくらいなので、どうしてと思うかもしれません。実際、日本人でもたまに大きな音ですする人がいますが、蕎麦屋でもない限り、特に電車のような公共の場所では、すするにしても控えめにすする方がいいです。また、口を開けてくちゃくちゃと音を立てて、食べている人を見かけた時もあります。これも日本ではすごく白い目で見られるので気をつけましょう。国によっては、その方が美味しそうに食べていることになるそうですが、これは場所に関係なく日本では汚いと思われるのでやめましょう。次は優先席について説明します。ほぼ万国共通で優先席はありますが、日本でももちろん、優先席は必要な方に譲るというのがルールです。必要かどうか、パッと見ただけではわかりにくい方でも、服やカバンなどに身体障害者マークを貼ってる方もいますので、注意してみてください。優先席は、高齢者、障害を持つ人々、妊婦、そして体調が優れない人々のために特別に確保されています。このシステムは、社会全体の思いやりとサポートを反映しており、公共交通機関での快適な旅を保障するためのものです。日本では、優先席が明確に分けられていて、座席にも色がついていたり、それを利用する必要がある人々にすぐに識別できるような配慮がなされています。これはヘルプマークと呼ばれるものです。見た目では健常と見分けがつかない軽度の障害者や、内部疾患を持つ人、妊娠初期の女性など支援が必要でも、それが外見からは明らかでない人々のために設計されています。ヘルプマークのデザインは赤地に白の十字と白いハートが描かれています。これを身につけることで、例えば電車内で座席を譲ってほしいときや緊急時の避難支援が必要な場合など、様々な状況でその人への適切な配慮を促すことができます。日本ではヘルプマークの普及に努めており、多くの公共施設、交通機関、ショッピングセンターなどで認知されています。マークの導入は、日本社会が多様なニーズを持つ人々に対する理解と支援を深めるための重要なステップとされています。このマークを持つ人々が
より公平で快適な社会生活を送れるよう、様々な場所で優先的な配慮が行われるようになっています。私自身も日本でヘルプマークを使用している人々を何度か目撃しました。特に満員の電車内でこのマークを見たとき、周囲の人々がどのように反応するかを注意深く観察したのですが、このマークを見た他の乗客が積極的に席を譲ったり、必要なサポートを提供したりしているのを目にしました。このような行動は日本社会がどれだけ細やかな配慮を行っているかを示す素晴らしい例です。でも正直、譲ることに対しても言い出せない日本人も少なくはないので、ご出身によっては、あなたの方が譲ることによっぽど積極的かもしれません。私も電車で立っているとき、遠くに気がついていて、ちらちらその人のことを見るのに、席を譲らないで座っている光景を目にすると、うずうずしてしまいます。確かに目立ちたくないという日本人の考えからすると、譲ることに対しても言い出せない人が多いのはなんとなくわかる気もします。でもそんな時に、ぜひ積極的に席を譲って、周りの日本人を感化させませんか？次は、高齢者を見かけた時の対応について説明します。日本人はあまり積極的でないと思いました。電車の棚に荷物を置く手伝いをしてあげるなどの手伝いをしてあげてほしいと思いました。とても親切で優しい国民性の日本人ですが、それと同時に率先して行動せず、誰かがやるのを待ってみる。人ごとに積極的に関わらないという傾向がある。ということも私は知っておくべきだと思います。ある時、足が悪い私の義母が一人で荷物を電車の棚に乗せようとしていたのですが、なかなかうまくできずに困っていたそうです。でも周りの日本人は自分には直接関係ないという感じで誰も動かなかったのです。そんな中唯一声をかけてきて手伝ってくれたのがある外国人観光客だったそうです。周りの日本人がなかなか動き出せなくても日本ではあまり干渉しない方がいい。というわけではなく、自分が積極的に動くことで相手が喜んでくれることを知っておくべきだと思います。日本社会では、目立たぬことや、周囲に迷惑をかけないことが美徳とされています。このため、他人のことに積極的に干渉することは、場合によってはその人に、恥をかかせる行為と捉えられてしまうことも多いため、多くの人が見守ることを選びます。この文化的傾向は、電車内での行動にも現れており、他人が困っていても、率先して助けを提供することが少ないのです。他人ごとに介入することを躊躇する傾向があって、これが時として必要な助けが提供されない場面を生むこともあります。私が実際に日本で体験した一つの出来事は、この日本人の傾向を色濃く反映していました。ある冬の日、私は東京の山手線に乗っていました。
車内はいつも通り混雑しており、ほとんどの席は埋まっていましたが、優先席にはいくつか空きがありました。そこへ一人の高齢の女性が乗車してきました。彼女は一見して足元が不安定で、手には重そうなバッグを持っていました。しかし、優先席に座っていた若者たちは、彼女に気づきながらも、積極的に席を譲ろうとはしませんでした。一瞬譲ろうかと顔を上げたり、素振りは見せたのですが、一向に立ち上がる気配がなかったので、女性は一人でふらふらとバランスを取りながら、少し離れた通常の席へと進もうとしていました。それを見かねた私は少し離れていましたが、彼女に声をかけて席を譲りました。彼女は私が席を譲ると、とても感謝の意を表していました。私が席を譲った後、周囲の日本人乗客からは、驚きの視線を感じましたが、同時に何人かは微笑みを私に返してくれました。この体験から、日本での公共の場では、積極的な介入が常に歓迎されるわけではない時もあるが、必要とされる場面での適切な行動が周囲にも良い影響を与えうることを学びました。この出来事は、日本の社会がどのようにして個々の行動を形成し、他人への思いやりをどのように表現するかについての洞察を深めるものでした。自分から行動を起こすことが常に容易ではない環境で、いかにして他人を助け、またその文化に敬意を表すかは、日本で生活する外国人にとって重要な課題の一つです。次は、電車の窓際に設置されている日よけ用のブラインドについて説明します。日本の電車内でよく見られる習慣の一つに、日差しを避けるための日よけブラインドの使用があります。この習慣は、日本人の美容と健康、そして乗客の快適さに対する意識の高さを反映しており、特に日焼けを避けたいという文化的背景が色濃く現れています。日本では美白を好む傾向が強く、日焼けをすることが美の観点から好まれないため、電車の窓に設けられたブラインドが積極的に使われるのです。日本では昔から白い肌は七難隠すという言葉があるほど、白い肌が美の象徴とされてきました。このため、日差しを直接浴びることの多い電車の窓際では、ブラインドが頻繁に使用されます。これは単なる日差しの避け方ではなく、自分の肌を守りたいという深い願望から来ています。ブラインドは日差しが入るとすぐに下ろされ、外の景色よりも肌の保護を優先する文化的な行動パターンです。観光地を訪れる際に電車を利用するとき、多くの観光客は窓の外の景色を楽しみたいと考えます。しかし、日本の電車では日差しの強い日にはブラインドが下ろされることが多く、景色を楽しもうと思っていても予期せず、景色が見えなくなることがあります。私自身も新緑の季節に
富士山を背景に走る電車に乗った際、突然ブラインドが降りて、景色が見えなくなったという経験があります。最初は驚きましたが、これが日本での一般的なマナーであることを理解しました。日本人は通常、他人との直接的なコミュニケーションを避ける傾向にあり、特に電車内でブラインドを下ろす際には、他の乗客に声をかけることは少ないです。特に外国人が隣に座っている場合、言葉の壁や文化的な違いから、ブラインドを下ろすべきかどうかの判断が難しくなります。こうした状況では、外国人観光客が日本の文化を理解し、適切な行動をとることが求められます。例えば、日差しが強い場合は、自分からブラインドを下ろしてもいいですかと一言尋ねることで、周囲の乗客との良好な関係を築くことができます。最後に説明するのは、女性専用車両についてです。日本の電車では、特に都市部の電車内で見られる珍しい制度の一つに、女性専用車両があります。この制度は、主に痴漢防止を目的として設けられており、特定の時間帯に女性のみが利用できる車両です。世界的に見ても、このような制度は珍しく、日本独特の社会問題への対応策として注目されています。私の体験をお話しすると、ある朝の通勤ラッシュ時、私は新宿駅から電車に乗る予定でした。駅は人であふれかえっており、初めての経験に少し圧倒されながらも、指定されたホームへと向かいました。地元の友人から、通勤時間帯は女性専用車両を利用するといいよ、と、アドバイスを受けていました。日本の電車内での痴漢問題については聞いていて、このアドバイスはとても心強かったです。女性専用車両は明確に表示されており、その車両には女性のみが乗車しているのが見て取れました。友人のアドバイス通り、女性専用車内に入ると一般車両とは異なり、女性たちがリラックスしている様子がありました。通常の混雑した車両と比べて、はるかに落ち着いた雰囲気で、女性同士の無言の空間が快適に感じられました。私はすぐに座ることができ、周りの女性たちと同じように、女性専用車両に感謝しながら、一息ついたのを覚えています。女性専用車両は、朝の通勤時間帯や夜間など、特に混雑する時間帯に設けられます。これは女性が安心して、通勤や通学ができるようにするためのもので、外国からの女性観光客にも非常に便利で安全な制度です。女性専用車両の存在は、性犯罪から女性を守るための重要な措置であり、多くの女性にとっては、日々の通勤がぐっと快適になります。この体験を通して、日本が女性の安全にどれだけ配慮しているかを実感しました。女性専用車両は、ただ単に安全な空間を提供するだけでなく、
女性が公共の場で直面する問題に対する社会的な対応として機能していると感じました。男性にとって女性専用車両の存在は注意が必要なポイントです。日本では女性専用車両の時間帯やルールが駅の案内板や車両自体に明記されていますが、うっかり女性専用車両に乗ってしまうことがあります。特に外国からの訪問者は、このルールに十分に気をつける必要があります。もし急いでいて、間違えて乗車してしまった場合は、すぐにその車両から降り、他の車両に移動することが求められます。満員電車でなかなか移動ができない場合には、次の駅で降りて、正しい車両に乗り換えることが適切です。明らかに意図的ではないことを示すためにも、誤りをすぐに認め、車両を移ったりと黙って適切に対応することが大切です。日本では、このような場面で適切な反応を示すことが、互いに対する尊重と理解を深めることにつながります。どうでしたか？学びになったパートはいくつありましたか？日本人は細かい人種であることがお分かりいただけたと思います。会話の時の声の大きさや食べ物の匂い、食べる音、イヤホンからの音漏れなど、気をつけるべきポイントがたくさんありましたね。慣れるまでは気を使うことで疲れるかもしれませんが、頑張って慣れていきましょう。このチャンネルでは、外国人が日本を経験して感じたことや学んだことを語っていきます。動画のテーマにしてほしいことがあれば、コメント欄に書き込んでもらえると嬉しいです。これからも外国人が日本で感じた体験談を語っていきますので、高評価とチャンネル登録も忘れずにお願いします。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。